皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国情勢です。中国の不動産業界が莫大な不良債権を抱えているという話はこれまでも何度かお話をしてきましたが、その問題企業の一つ、中国恒大集団に凄まじい額のちょっと聞いたこともないような売上の水増し問題が発生していることが分かりました。今回の動画では中国の不動産業界が非常に大きな問題を抱えているとともに、足元の状況についても解説を合わせて行っていきましょう。それではまずは11兆円もの売上高水増しが発覚したというニュースから見ていきます。中国恒大集団に厳しい処分、中核子会社は虚偽記載で900億円罰金、創業者は追放か。経営再建中の中国不動産開発大手中国恒大集団の中核子会社にあたる恒大地産集団は、財務報告に虚偽記載があったとして中国当局から約865億円の罰金を課されたと発表した。恒大集団の創業者である許家印氏らは証券市場から永久追放になったという。中国当局は不動産市場の下支えに動く一方で、問題がある不動産開発会社には破産すべきは破産と厳しい姿勢を示している。問題企業に反発する庶民感情を意識し、放慢経営を続けてきた恒大集団に厳しく対処する姿勢を示した形だ。株式市場を監督する中国証券監督管理委員会証監会が恒大資産の2019年と20年の財務報告に虚偽記載があったと認定。売上高について約11兆7000億円を水増ししていたという。これにより最終利益も水増しされていた。証監会は許家印氏の責任について特に重大だと指摘し、約9億8000万円の罰金処分を課した。不動産市場の底打ちには時間がかかっている。中国国家統計局によると、不動産開発投資は1から2月に前年同期比9% 減だった。工業生産などと比べて低迷ぶりが際立っている。他の不動産開発大手の会社も非常に厳しい経営状態であることが伝えられています。碧桂園、人民元債も利払いできず、中国不動産大手猶予期間入り。ブルームバーグは中国不動産大手の碧桂園が期限を迎えた人民元建て債券の約20億円相当の利払いをできなかったと報じた。元建て債券では初めて30営業日の支払い猶予期間に入ることになり、経営の先行きへの不透明感が強まっている。碧桂園は昨年10月にドル建て債の利払いを期限までに支払いできなかったが、これまで元建て債券は未払いを回避してきた。同社をめぐっては今年2月、債権者が法的整理にあたる清算を香港高裁に申し立てた。販売低迷も続いており、経営環境は厳しい。売上の水増しが2年間で11兆7000億円。この凄まじい額を元にして経営を行っていた中国の不正のレベルがちょっと想像を超えていることを示しています。こうした企業経営においては通常、他の会社が監査に入ることになっており、いわゆる水増しができないような仕組みには一応はなっています。ただしそれはあくまでも監査会社がきちんと仕事をした場合であり、監査会社とグルになって不正を行っていた可能性もありますし、またそもそも監査が入ることを前提にして、いわゆる裏帳簿を作った上で、実際の経営状態を完全に隠蔽して、監査用の情報だけを渡していた可能性があります。見せかけの綺麗な帳簿だけ渡して、それで見た目上は何とか取り繕っていた可能性があるわけです。しかし現在の恒大集団はそうした取り繕うことすら不可能なほどに経営が行き詰まっており、本来であればとっくに倒産状態にあるとされています。ただし中国のビジネス法の整備については他の国よりも非常にざるな法律だと言われており、そのため完全な破綻状態だと他の国だったらもうとっくに言われているような状態でもゾンビ化して今でも生き残っているとされています。そしてもう一つのニュースにおいては碧桂園がこれまでは海外向けに発行していた債券の利払いはしていたんだけれども、ついに中国国内向けに発行していた元建て債券についても利払いができなくなったというのは、これもまた経営状態が非常に厳しいことを意味しています。20億円の債券の利払いができないということは、それだけ現金の手元資金がなくなっていることを意味しています。本来であればこのような資金については、その都度当てがっていかなければ経営が成り立たないものなので、こうした資
資金繰りがかなり苦しいことを意味しています。ただ、こうした企業もゾンビ化できる要素というのが中国においては条件があります。例えば中国においては、実際にはまだ建設途中といったものもたくさんあるわけですが、一方においては、そもそも建設する前からどんどんと不動産物件を販売し、実際にローンの支払いも始まっている例がたくさんあります。ですから、どこかの段階で支払いをしないといけないなというものについても、支払いを待ってくれ、待ってくれ、待ってくれと、ひたすら言い続けている間に、月日が経つ間に、これまで販売してきた物件に、それぞれのお客さんが支払うお金というものがありますから、それらを元手にして会社をなんとか自転車操業することも可能なわけです。もちろんこのようなことをすれば、どんどんと支払わなければいけないお金が積み上がっていくわけですから、実質的に問題が解決されるわけではありません。ゾンビ化した企業がそれでもなお営業を続ける仕組みの根源だというわけです。このような会社経営が行き詰まった会社が最終的に何をするかといえば、現金資金をなんとか手に入れようとして、とにかく売れないものを売るために値段を下げる、つまり投げ売りをし始めるといったことがあります。このようなことを行えば当然のように、その周辺地域の不動産価格についても悪影響を与えます。そして値段が下がり始めれば当然のように多くの人々にとって不動産は買えば値上がりするんだという幻想を打ち砕くことがさらなる次の不動産購入意欲を萎えさせることへとつながっていきます。これまで中国の不動産業界においては買えばどうせいずれは上がるんでしょうというのを前提として多くの人々が借金をすることを全く苦に思わず不動産を買うことは投資であり、その投資というのは何年か経てば元値よりも値上がりしてさらに儲けも出るんだという幻想があったからこそ次から次と自分が住むだけではなく投資用の不動産物件にも借金をしてどんどんと次を買う。その繰り返しが中国の GDP 拡大へと大きな後押しをしたとされています。そして現在の中国の不動産業界というのはまだ完全に底が見えた状態ではありません。もちろん中国の全ての地域で不動産価格が下がっているわけではなく、利便性の高いところや人口が集中するところ、もっともっと人が集まってくるような場所には不動産価格は当然のように需要があるために下がることはないわけですが、一方において一番大きな問題を抱えているのは中国の地方都市です。これまでの地方政府は自分のところの経済状態をもっともっと良くしようとして、それこそ投資するという感覚で不動産開発を手掛けてきました。しかし、不動産開発というのはあくまでもお金を投じたからそれで終わりではなく、その後実際にビジネスが回っていかなければ、投資したお金は全て吹っ飛んでしまいます。今まさに地方においてはそのようなことが起きていて、巨額のお金をつぎ込んだのに、実際に買ってくれる人がいないような幽霊マンションやオフィスビルが次々と幽霊都市と化しています。もちろん買い手が全くつかないような状態で工事を進めるので、いずれは限界が来て完成させることもないままに開発会社そのものが倒産するといったこともたくさん起こっています。そのような幽霊物件が増えれば増えるほど、誰の目から見ても、ああ、不動産はもうこれからは値上がりすることはないんだな、ろくでもないものを買えば終わってしまうんだなということが分かれば、さらなる買い控えといったものが起こり、そして実際に不動産関連会社などは人を雇わないし、給料は下げるし、給料は支払わないし、リストラするしといった具合にして様々なところでお金の流れが滞っていくわけです。そのため今中国で起こっているのが消費意欲の減退、いわゆる需要の低下に伴う物価の下落でちょっとしたデフレ現象です。これまで外食ばかりをしていた人が1回の外食にかけるお金が1万円だったとして、その人の仕事がどんどんとなくなり給料が下がってきて、これから給料が支払われなくなるかもしれない、クビになるかもしれない、仕事を失ったらもう次の会社どこに行けばいいか、どこも雇ってくれなくなるかもしれないとなれば、当然のように外食ばかりしていてもどんどんその予算は下がっていきます。かつては毎日のように1万円ぐらいの予算で外食をしまくっていた人が、1回あたりの外食費が5000円、3000円、1000円、そして1食あたり500円ぐらいで済まさなければならないとなった時に、もう元の通い詰めていたお店には行けなくなるわけです。そしてそのような人たちがどんどんと増えることにより、今急激に伸びているマーケットが低価格の食堂です。みんなが羽振りが良い時は高い料理を出してもそれが売れるわけですから、安い
料理をわざわざ作ってそれを目玉商品とする必要がありませんでした。しかし、みんなが高い料理を食べる、その予算そのものがなくなったというのであれば、もはや高い料理を出してお店がガラガラな状態というのを放置するわけにはいきません。みんなお金がないんだったら安い料理を作ってでも、それでもなんとかお店を経営していかなければならないわけです。ただし、そのことの代償として、安い料理をみんなが食べる瞬間、もう他のお店においても高い料理は出せないんだなとなれば、どんどんと値下げ圧力がかかっていくこととなります。安い料理をいくら売っても薄利多売にしかなりませんから、従業員に支払うお金は当然のように上がりません。そのようにしてみんながみんな少しずつ貧しくなっていくのが、いわゆるデフレ経済です。中国はかつて日本の失われた20年を指して、あんな国にはならないように中国は学んでいるんだなどという話をしたものですが、現在の中国はまさに莫大な不良債権を抱え、その処理に手間取っている間に金融経済システムに大きなひびが入ろうとしています。これが一体いつどこの場面においてさらなる経済の悪化を見せるのかはちょっとは分かりませんが、少なくとも明るい展望は今のところ全く抱けないと思います。かつては中国経済の前途は洋々だとしていた欧米系の経済アナリストたちも手のひら返しをしていて、中国の長期低迷では避けられないだろうというレポートが出始めています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。